皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は渋谷スクランブル交差点や新宿駅、神戸三宮駅、東京駅などなど都市のジオラマ作品で著名なシティスケープスタジオさんの作品を取材させていただきました。おそらくほとんどの皆さんがシティスケープスタジオさんの YouTube 動画をご覧になったりチャンネル登録をされていらっしゃると思いますんで、今回は僕のちょっと独特な目線で皆様に作品をご紹介しようと思います。本来だったら一つの作品だけでも膨大なボリュームの動画になるところを、今回は僕とのご縁がある場所を再現された4つの作品に絞ってご紹介します。シティスケープスタジオさんの複数の作品が網羅できてしまうかのような、そんな豪華な構成としました。概要に目次チャプターをご用意しました。ぜひそちらもご活用ください。制作状況などはそれぞれ概要欄にリンクを貼りましたので、シティスケープスタジオさんの動画をご参照ください。シティスケープスタジオさんのまじりさんのご好意で一部の動画をご提供いただいてこの動画を制作しました。まじりさんありがとうございます。なお何年かにわたる取材なので一部の画像の撮影方法に僕もですねまだまだ勉強中のものがあって、モリジもここ数年で少しは腕は上げたかななんて感じでご相談いただけたらと思っております。あんまり腕上がってないんですけどね、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。ごゆっくりお楽しみください。川崎区の日常を製品でジオラマにしました。動画は概要欄をご参照ください。僕が初めてリアルにシティスケープスタジオさんのまじりさんが制作した作品を拝見したのがこの渋谷スクランブル交差点です。いつも多くの人々が行き交うこの交差点、僕も学生時代によく通ってたんです。これが150分の1のジオラマっていうところが驚きですよね。僕は毎日のように地下の新玉川線から3階の銀座線や2階の山手線に乗り換えてたんです。このジオラマのすぐ外側にはここに出入り口があるんですけど、銀座や浅草にバイトに行くためにここから銀座線に乗り換えてました。知り合いが宮下公園のそばのカラオケ屋さんで働いてた時があって、そこに遊びに行った帰りこの交番の前で伝統方面の友達と解散していた記憶があります。先日バスのジオラマでご紹介したちくらさんもそうだったんですけど、まじりさんもこの作品を学生時代に制作を開始されたそうで、その後卒業を挟んで仕事をしながら1年かけて全体を制作されたそうなんですけど、中でも印象的なこの旧フロントの建物は学生時代に完成したそうなんですよ。窓は透明エプライターを曲げて再現したってなんだか色々とただただ驚くばかりでした。シティスケープスタジオさんの看板のところ、ここスマホを入れられるそうで、そのままビジョンになるってアイデアがすっごいいいですよね。これもうビジョンになった姿見てみたいです。最近あんまりやられてないそうなんですけど、スクランブル交差点を歩いてた僕の知り合いがですね、このビジョンなのか他のビルの大型ビジョンなのか映し出されて驚いたって言っていたのを思い出しました。めっちゃ懐かしい思い出です。まじりさんに伺ったら、旧フロントのこのツタヤのところ、このように1階2階ともに店内まで作り込んでいるそうで、もうめっちゃすごい熱量ですよね。でもそのお気持ちすっごくわかります。そして建物脇のセンター街の入り口、もうこれまんまじゃないですか。僕ここ入って右手数軒目のお店とか左手何軒目かのお店によくスニーカーを見に行っていました。 JR から出てセンター街に向かう時ってもうこんなまんまですよね。めっちゃ懐かしいです。JR の改札を出て交差点に立って、当時は営業していたマルイとか西武百貨店の方面に向かう時はこんな光景が広まっていました。やっぱりまじりさんすげえって思うのが、大規模な建物の印象把握のバランスがすっごくバランスがいいんですよ。でビルのサイズ感といい雰囲気といい素晴らしいの一言につきます。建物1階の窓越しの部分を印刷表現にするっていうのもいい感じですよね。昔ペーパーで建物を自作した時も僕もやってたんですけど、それ以来この技法をやってなかったんで久々にやってみたいって思いました。109や東急百貨店の方から帰る時って駅に向かう光景まさにこれですよね。最近渋谷に行く機会がないんでめっちゃ懐かしいです。このジオラマの登場人物はなんと1000人以上だそうで、皆様もご自身の分身を見つけられるかもしれません。この1000人以上の人々なんですが、同じ服装がいないようになんと全て筆塗りされたそうです。それを知ってジオラマを見るのと知らないで見るのってやっぱ違いますよね。例えになってないかもしれないですけど、旅行に行く時に美味しいお店の情報を知ってるのか知らないかみたいな、ジオラマの端にある JR 線の渋谷駅にもご注目です。
このように全体的に見ると駅は端っこになりますんで、こんな感じで建物断面の壁として作ることもできたと思うんです。イメージでいうとこんな感じで黒やグレーに塗装した壁面にしちゃう感じなんです。そこをあえてホームを再現されているところにマジェリさんのこの作品に対する情熱を感じました。ここ僕がいつも電車に乗っていたとこなんです。懐かしいです。都市ジオラマに限らずジオラマって大きな情景を切り取るから背後の処理が難しいですよね。このように背景写真がとっても威力を発揮していて、見事にジオラマと融合していてすっごく勉強になりました。やっぱり僕も今度こそ背景写真挑戦してみます。ジオラマのサイズお伝えするの忘れてました。幅が 740mm、 奥行き 530mm のボードに交差点が再現されています。僕も作品を持たせていただいたんですけど、すっごく軽くって、そして思いのほかコンパクトでした。これ肩幅ないぐらい、いやちょっと言い過ぎたかな、それぐらいなんですよ。これなら部屋に置けます。最後にこのシーン、道玄坂の南側の歩道を駅に向かって下ると、まさにこういう景色が広まりますよね。僕の思い出の中でのこの交差点のイメージの一つがまさにこんな感じです。とっても懐かしいです。これ僕に限らないと思うんですけど、こうして思い出の場所がジオラマで蘇ることに接するってこんなに素晴らしいんですね。いつもは自分自身で思い出を再現してますけど、作者じゃない視点でこうして動画として皆様にお届けできることに不思議なご縁を感じてしまいました。次にマジリさんの新作の一つ、東京駅丸の内北口のジオラマをご紹介します。実はこの作品にもご縁がございまして、僕改築前の東京駅の丸の内の駅舎で結婚式をしてるんです。ライトアップされた東京駅です。もうすっごくないですか。1ミリくらいの LED を50個以上組み込んだそうで、この東京駅は駅舎の設計と 3D プリントを木野敦さんがご担当されて、組み立てと塗装をマジリさんがご担当されたそうです。まさに凄腕のコラボレーションってもうこういうコンボが生まれるんですね。木野敦さんの造形も素晴らしいですし、マジリさんの塗装もめっちゃ丁寧なんですよ。皆様もぜひこの仕上げをじっくりとお楽しみください。この時計なんですけど、精巧なだけじゃなくってなんと動くそうなんですよ。すごくないですか？説明いらないと思いますけど、リアルな装飾、重厚感ある雰囲気がこの暖色系のほわっとした光で一層引き立ってます。ジオラマはこの駅舎の北側から都道407号が再現されていて、その奥には JR 線の線路が再現されています。線路は手前から中央線、京浜東北線の北行き、山手線の上下線、そして京浜東北線の南行きが再現されています。都道407号線は駅前の横断歩道までが再現されていました。こちらがジオラマの全体像になります。どこを切り取るかとか、どのように再現するかって作者さんによって個性が出るとこだと思ってて、駅の中央部じゃなくってこの北側の駅舎の端、国鉄本社前があったところっていうところが個人的には胸熱です。ご存知ない方も多いかもしれないんですけど、昔ですね、ここに国鉄時代の本社があったんです。もうめっちゃ個人的な話なんですけど、この矢印のあたりで結婚式の記念撮影をしたので、作品のタイトルが丸の内北口じゃないですか。これって続編にも期待しちゃいますよね。ジオラマのサイズ 1250mm、 そして奥行きが 720mm でとっても規模の大きな作品になっています。僕もこんなスケールの大きな作品をいつか作ってみたいって思いました。ジオラマの最大高さは 340mm で、これですね、スクランブル交差点の最大高さの 450mm よりちょっと低いぐらいなんですよ。そう考えると旧フロントよりも少し低いだけのこの駅舎って仏教建築じゃないですけども、言葉で言うと荘厳さを感じる、そんな偉大な雰囲気を醸しておりました。駅前の横断歩道の交差点の信号機は LED 内蔵で点灯式です。やっぱりこういう信号機のギミックがあるとジオラマが引き締まりますし、何よりこうしたナイトモードとかこんな感じのですね、画像のような少し照明を落とした時に威力を発揮してくれます。この都会のごちゃごちゃ感といいますか、機械びっしり、非常階段などの構造物の密度感ってめっちゃかっこよくないですか？ 3D プリントで制作された機材がわーって整列してる様はまさに都会の雰囲気で、ジオラマみたいに上から眺めること多いからこそこういうこだわりってニヤッとしちゃいますよね。画像だと分かりづらいんですけど、マジレさんの制作動画ぜひ見てください。この機材が精密に作られている様子がお分かりいただけます。また
このように精密に作られた非常階段もジオラマを引き締めてくれますし、もうねこの非常階段めっちゃ欲しいんですよ。こういう非常階段は都市部のいろいろに応用できるだけじゃなくてですね、一回設計して作っちゃえばずっと活用できるじゃないですか。いやもうめっちゃ 3D プリンター欲しい。中央線の高架ホームの立体感、まさに都会の駅って感じですよね。やっぱり走るとかっこいいです。中央線の線路にはダブルクロスポイントも再現されていて、もちろんこんな感じで電車の走行が可能に製作されています。これって自作ポイントだからこそのゆとりのある仕上げですよね。皆様ご存知の通り、中央線のホームは高架線の上にさらに中央線の高架線を上乗せしたような作りなので、各路線の高架ホーム上から見てもさらに高架駅が乗っかっている、そういう風に見えます。その高架の高架っていうんですかね、側壁もこんな感じで再現されてるんですけど、僕もですね手前味噌なんですけど、東急線玉川駅のジオラマを作った時に高架側壁を作ったんですけど、こういうのって作るのめっちゃ面倒なんですよね。その下にある京浜東北線の北行きと山手線の内回りのホームには、ホームの床、柱、そしてホームドア、事務室でしょうか、ホームの外の機械室なども再現されています。山手線の外回り、京浜東北線の南行きのホームは屋根の色の差、これも忠実に再現されていました。こういう屋根の段差ありますよね。こういうところもニヤッとしますよね。僕は地下とか暗渠とか生活感だけじゃなくってメカニカルな表現も好きなので、こうしてダクトの背後に河川柱のトラスとか非常階段が見える、このなんていうんですか、情報量の多さにワクワクします。そして照明器具の表現も素晴らしいんですよ。これ見てください。すっきり収まってますし、会議が終わって新幹線で仙台に帰る時とかこのホームよく使ってたんで、ちょっと皆さんもこれ見てください。ご注目ください。ここちょっと照明器具と屋根の間に隙間がちゃんとあるじゃないですか。これすごくないですか？これ大変だったんだろうなーなんて思いました。駅名標や構内案内があると都会の駅らしさがより一層強まってくれます。この雰囲気めっちゃいいですね。最近東京駅使わないんで今はこうなのかみたいなアレンジも当然あるかとは思うんですけど、まとめ方がとってもスマートです。ついつい快速停車の方に目がいっちゃうんですけど、ちゃんとここリベットも再現されていて、細かいところもしっかりと作り込まれています。そして先ほどご紹介したダクトや機械室、そしてメカニカルな非常階段とその周囲、あとこの高架橋の橋桁と橋脚周りの処理なんですけど、ここもスマートに仕上がってます。僕も上野駅を作ったことがあって、それとなくまとめるのにめっちゃ苦労したんですよ。それを思い出しました。マジレさんはうまくまとめてらっしゃいます。ジオラマの線路は京浜東北線の南行きまでが再現されていて、なんだかこのまんま神田までジオラマが続くかのような気がします。やっぱりこの作品みたいに規模の大きな作品をたくさんの長編成の電車が走行するってめっちゃ楽しいですよね。マジレさんは東京ジオラマ展や国際鉄道模型コンベンション JAM にも作品をご出展されていらっしゃるので、もう現物をご覧になることをお勧めいたします。ただどの作品をご出展されるかって概要欄にマジレさんの各種リンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。関西の視聴者の皆様をお待たせしました。阪急神戸三宮駅をご紹介します。僕の中のこの駅のイメージは、もしかしたらご共感いただける方もいらっしゃるかもなんですけど、マジレさんが撮影されたこの動画みたいなイメージなんです。またかよって言われそうですけど、僕この駅にもご縁がありまして、中学生の時に大阪の能勢電車沿線に住んでて、スマウラ海浜浴場に海水浴に行く時に使ったり、この駅で降りて北野の異人館街に行ったり、あとここで阪神電車に乗り換えて元町の中華街に行ったりしました。当時は旧駅舎の頃だったんですけども、めっちゃ懐かしいです。背景が実写なんでもはや本物ですよね。現地では JR 線のホームの脇を阪急神戸本線の線路が走ってます。阪急電車の駅って JR 線でいうと少し神戸駅側なんで、 JR 線のホームからはこんな感じで阪急電車の駅に到着する電車が見れます。そして阪急電車の駅から入線シーンを撮影するとこんな感じですよね。いやーもうこのジオラマめっちゃかっこよくないですか？ジオラマは北側の阪急電車側が正面に展示されていました。
阪急電車の線路の向こうに JR 線の三宮駅の2面4線のホームが再現されています。現地状況をジオラマにうまくアレンジされてるんですけど、これってセンスですよね。ジオラマの人間目線で撮影しました。こっから大阪方面に出る阪急電車って梅田行きがほとんどだと思うんですけど、一部西宮北口ですよね。ガードに書かれてる大阪、京都、宝塚行き、この阪急電車のネットワークの告知って梅田でも見ますよね。思わずニヤッとしちゃいます。でこのね阪急三宮駅指マークめっちゃこれいいですよね。横断歩道の中央分離帯のところの縁石表現や、その奥の歩道の屋根の再現、そしてこちら側の歩道の屋根表現もしっかりとされてました。地下の換気設備だけじゃなくて、これガラスの柵っていうんですかね、しっかり再現されてて、もうすごいなって思ったのがこちらなんですけど、神戸三宮阪急ビルのこの縁取りの再現、これ赤くしたとこ、大きいジオラマってどうしても細かいとこまで再現するって大変じゃないですか。いやすっごいです。こういうところにもまじりさんのお人柄が伺えます。神戸三宮阪急ビルの異様をお楽しみください。このビルを少し引いたところから楽しめるっていうのもジオラマならではだと思います。めっちゃかっこよくないですか？上層階は凄腕高層ビルビルダーの熊高さんによる制作で、現在制作中だそうです。今後の完成が楽しみですよね。余談なんですけど、熊高さんが制作された高層マンションとまさかで僕の作品がイベント会場でコラボしちゃってて、でその即興コラボの様子は別動画にしてますんで、概要欄をご参照ください。忘れないうちにジオラマのサイズをご紹介します。幅 910mm、 この画像だと斜め、奥行き 600mm、 この画像だと左右の長さです。高さは熊高さんが制作中の白い部分より下の部分、茶色い部分の建物ですね、駅ビルの部分、ここが 340mm だそうです。この先高さが変わりますから、完成がめっちゃ楽しみです。今の三宮ってこんな感じなんですね。もう30年以上昔の記憶なんで、もうだいぶあやふやですけど、矢印の書いてる奥のホームの屋根のここ、アルバム探したら出てきました。当時の写真ちょっと見づらくてごめんなさい。子供の僕が撮影した画像なんでお許しください。これですね、当時はまだ三宮駅って呼ばれてた時の画像なんです。でこれまじりさんが再現された神戸三宮駅のホームです。もうね、当然リニューアルされてますけど、僕の子供の頃もこんな感じの印象です。もうニヤニヤですよ。屋根上の屋上の再現も細やかに仕上げられてて、ホーム上の表記類やホームドア、そしてエレベーターも再現されてます。この駅のすぐ脇を JR 線が走るんです。こういう切り取り方いいですよね。めっちゃ勉強になります。僕みたいにですね、阪急電車のホームに思い出がある場合って、ホームが断面だった方が感情移入しやすかったりします。そして当時の僕が高速神戸側花熊側のホームから端からですね撮影した画像なんですけど、もう30年以上の時を経てここで皆様にご覧いただく機会が来るなんて本当思ってませんでした。ジオラマでもおすすめしたいのが実はこの反対側で、大阪梅田側のホーム端です。かっこよくないですか？現地知ってるからめっちゃテンション上がっちゃって、何より大好きな阪急電車ってとこも僕にとって大きくって、もう乗せ電車のジオラマ作りたくなっちゃいます。屋上の表現見てください。かっこいいっすよね。でね、このね、抜けた架線柱の再現度、そしてホームの柱、梁のバランス感覚、信号機、架線の再現とか細部に至るまで、もうね、これやっぱり神戸三宮駅だよってなっちゃって、めっちゃテンション上がります。 JR 線のホームから阪急電車を見るとまさにこんな感じなんですよ。ニヤニヤですよね。阪急電車と JR 線の駅がずれてるんで、こういう光景を楽しむことができます。関東の方に簡単に説明すると、西武新宿駅の脇を JR 線が走る姿と比較的似てるって言えばお分かりいただけるかもしれません。ちょっと違うんですけどね。ジオラマでは阪急電車の駅と JR 線の位置関係がものすごくいい感じにアレンジされてるんです。これ最初アレンジ気づかなかったです。さすがまじりさん。この屋上のごちゃごちゃとか、ホーム端にある機械類の再現とか、そしてペデストリアンデッキ、歩道橋っていうんですかねの再現もされていて、展示ではこちらが正面として展示されてたんですけど、反対側の JR 線側が正面に来ても成立するようになってました。両円面方式ってちょっと表現古いですけど、どっちも正面にできるってめっちゃかっこいいですよね。阪急電車の背後に映り込む JR 線のホームもすっごく雰囲気がまとまってて、こんな感じでってごめんなさい、ちょっと話それます。阪急電車らしい架線柱がしっかり再現されてます。こういう細かい再現って本当にいいですよね。
話戻しますよ。話戻って、この作品のタイトルからもお分かりいただけると思うんですが、阪急電車が主役の作品なんでってね。でもね、 JR 線の駅も主役級の作り込みがされてるんで、こうして JR 線の走行動画を見るとめっちゃ大迫力でめっちゃ楽しくないですか？この神戸三宮駅のジオラマ、めっちゃかっこいい作品に仕上がってます。しかもまだここから制作が進んでいくってとこも胸熱ですよね。熊高さんから構想部を引き継いで、そしてまじりさんが工作をしていく、こういう流れみたいなんで、今後の展開とても楽しみです。まじりさんはなんと阪神電車の神戸三宮駅も再現されています。いやいや、これ地上の阪急百貨店やんって突っ込まれそうですけど、ご安心ください。ちょっと右側に引いてみます。百貨店の右側に三宮交差点が見えてきました。現地をご存知の方も多いと思うんですけど、阪神電車ってこの左右に通ってる県道21号線の地下を走ってて、ジオラマもこのように道路の地下に地下駅が再現されています。こうして地下から阪急百貨店のビルまでの立体的な空間がドーンってジオラマになってて、とっても勉強になりました。僕も駒沢大学駅とか玉川駅とか、それ以外にも地下空間を作ったことがあるんで、こういう地下の再現って大好きなんです。制作ではございますが、もしよろしければ概要欄の別動画もご参照ください。このジオラマのサイズは幅 910mm 奥行き 600mm で、先ほどご紹介しました阪急電車の三宮駅とほぼ同じサイズのベースサイズに再現されていて、高さは阪急百貨店の高さの 500mm となっています。皆様、地下駅を再現するのって結構難しいのご存知でしょうか？ちょっと工夫が必要なところがあって、地上だけの再現とは全く勝手が違うんです。これ作った方だとだよねと思っていただけると思うんですけど、地下の見せ方とか切り取り方とかすっごく頭を悩ませるところで、まじりさんも別作品で地下駅を作ってらっしゃいますが、今回とは違う表現をされてます。この神戸三宮駅では赤く塗った部分をえぐるように切り取ることで地下空間を再現してて、2面3線のターミナルを上から俯瞰できるように作ってらっしゃいます。この規模の駅が上から見れるってめっちゃ楽しいですよね。イベントで展示するって視点で考えても、ご案内に手が回らなかった時とかって、ご来場された方がこれを見れば分かりますもんね。こういうの勉強になります。ご存知の方も多いと思うんですけど、この駅って実は中間駅で、折り返し電車がかなりあります。地下駅で中線があって、さらにそれが投炭式になっているなんてめっちゃ珍しくないですか？それがしっかり再現されています。駅部分は地中に埋まる柱が再現されてて、ここが地下空間だと分かるようになっています。こういう見せ方もあったんですね。勉強になりました。地下駅の断面です。こうしてぽっかりお口が開いてるのって可愛いですよね。やっぱり地下駅って可愛いです。また作りたいです。この断面の開口部、当たり前なんですけど、口が開いてるってことは、上部にはこうして赤く塗ったように土かぶりがあって、地上が再現されていました。ジオラマの真ん中の方に行くと、先ほどご紹介した地下駅があって、次回作はボタンを押したらこの辺りの地面が持ち上がってとか勝手に期待しちゃいました。地上部にはこの駅の上空の道路と阪急百貨店の建物が再現されています。大規模の建物をジオラマで再現するってめっちゃ設計とか大変そうですけど、やっぱり迫力も出ますし雰囲気も出ますよね。すっごく楽しいです。僕もですね、技術力ないけどやってみたいです。こちらにはペデストリアンデッキも再現されてて、先ほどご紹介した JR 線方面に続くんですけど、三宮を複数のジオラマで再現なんてスケールが大きすぎてすっごいですよね。まとめて展示されてるのを見てみたいです。どの作品もスケールが大きいのに、細やかなところの再現もしっかりされていて、こうしてカーブを描きながら下るスロープとか矢印の部分、分岐する階段も再現されています。阪急百貨店の建物も現地の特徴をそのままに模型化されていて、大阪梅田、難波って、そっか、阪神電車って今難波乗り入れてますよね。こういう百貨店の垂れ幕っていうんですか、模型の広告の文言見るのも楽しいですよね。広告はこちら側にもありまして、内容が違うものが再現されていました。そして広場のこの空間や建物の特徴もしっかり再現されていて、こちらには鳥居があって神社も再現されています。地下ホーム、なんだか目がチカチカして疲れてるのかと思ったら、よーくご覧になってみてください。ホームの床、ホームドアの前点滅してます。
すっごくないですか？テンション上がりますよね。ジオラマがしっかり作られてるってことと、規模感があるのでカメラ感もリアルですし、地下空間を上から俯瞰して電車が見れるって楽しいですよね。こうやってトンネル区間の撮影ができるのもトンネルの区間を作っているからこそですけど、そしてそのトンネルに電車が吸い込まれていく姿めっちゃかっこいいですよね。今度は折り返しの電車が入線してきました。地下の中間駅の中線が行き止まりって僕の記憶ではこの駅以外に思い当たらないです。今度は画面奥の方、元町方面から電車が到着します。こうやって迫力の到着シーンが撮影できるのもホームの長さが長いからこそできるものですよね。素晴らしいです。そしてこの仕上がりもかっこいいです。地下のショットってうまく撮影できないんですよ。この撮影もできる、見栄えも重視するトータルバランス、素晴らしいです。今回はまじりさんが制作された渋谷スクランブル交差点のジオラマと東京駅のジオラマ、そして阪神電車阪急電車の神戸三宮駅のジオラマをご紹介しました。僕のオリジナルな視点からの作品のご紹介いかがでしたでしょうか？めっちゃ個性的な視点だと思うんですけど、前向きに捉えれば逆に他にはない見方ができるというか、新しい見方をご提供できるかもしれないなって思って動画にしました。今回の動画の制作のきっかけなんですけど、2025年6月に東京ジオラマ展ミニが開催されまして、その会場でまじりさんと吉天さんと僕の3人で雑談をしてたんです。その時にまじりさんから僕の視点での作品解説を聞いてみたいなんてお話いただきまして、いいのみたいになるじゃないですか。吉天さんも目を丸くするような感じでってなってて、だってねみたいになるじゃないですか、皆さんも多分。でそんなこんなで取材させていただきまして、もっともっと何年か前からまじりさんの作品を撮影させていただいてたんです。ただその画像数が少ないってことと、僕もともと画像の勉強や撮影の勉強ってしてないし、練習もそんなにやってないんで、僕らの動画ってですね、僕がジオラマを作ったり、こうやって取材させていただいたり撮影をするんです。で僕が作ったジオラマ作品とか皆さんが作られたジオラマ作品を僕が撮影をして、脚本、こういうシナリオの流れとかを考えて、でそれを吉天さんにお願いして動画化していただくっていう流れなんです。吉天さんは動画にしていただく際にアレンジをして音楽加えて音を当てて調整してとか特殊効果を加えたりとか、いろいろとめっちゃ腕利きなんでいい動画にしてくださるんですよ。ただ僕の撮影した画像がそもそもでよろしくないと、どんなに吉天さんの腕が良かろうがいい動画にならないんです。で上が切れちゃったりとか結構難しくって皆さん信じられないと思うんですけど、16対9にしちゃうと元の画像がしっかり映ってても上が切れたり横が切れたりして動画にするとすっごくかっこ悪くなるんですよ。でこういうのってやってみないとわからないじゃないですか。改めて勉強になりました。でさらにまじりさんにいろいろと教えていただきながらご好意で動画全部いただいちゃってですね、いやご提供いただきましてもうまじりさん本当にありがとうございます。何から何まで本当にありがとうございます。感謝でございます。ご縁に感謝でございます。でご縁といえば本当不思議な話なんですけど、僕昭和63年平成元年2年あたりだと思うんですけど、大阪に住んでたんです。めったに写真撮影しないっていうかカメラ持ってなかったんで写真の撮りようがないんですけど、親のカメラを借りてですね、たまたま三宮駅の写真を何枚か撮ってたんです。それがたまたま今回の動画で思い出しまして、もしかしたらあるかななんて探したら3枚も見つかって、切符と一緒に。でそのうち1枚はちょっと室内の画像、ドームのホームの画像なんでちょっと見づらいんですけど、誰かに見せるって考えて写真撮ってませんし、子供が撮影したもんなんで。でもですね、今回35年ぶりぐらいに初めてこの写真日の目を見るっていうか、皆様にお届けするっていう不思議なご縁をいただいたりしました。偶然残ってたっていうのもすごいですし、もし実家にあったら見つかってないですし、たまたまもう僕ん家に持ってきてたっていうのもすごいなって思ってて、ほんと不思議な流れで今回この動画を皆様にお届けできたんだなと思っております。まじりさんの作品を撮影させていただいた取材画像はまだございますので、後編っていう形でまた皆様にお届けできたらなぁなんて思っております。もしよろしければご感想などコメントをいただけましたら僕らにとっても励みになりますので、またまじりさんにもですねまとめてお伝えしますので、コメントをいただけましたら嬉しいです。ここまで
ご視聴くださいました皆様、本当にいつもありがとうございます。いただいたコメント、いつも全部拝見させていただいております。まじりさんもありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。